掟を破り、森に踏み入れた先で待ち受けていたのは災いだった。大好きなあの子はもういない。幸せだった日々は二度と帰ってこない。一人ぼっちのアステーリャ。行くあてもなく失意のうちにたどり着いたのは5つの壁画が描かれた祭壇。誰だ？俺の眠りを妨げるやつだ。それが少女とその身を引き受け育ての親となる原人との出会いだった。悲しみを乗り越え、少女が財宝狩りと恐れられるまでに至った空白の時間が今明かされる。黒ずきんの目次へようこそ。前回の動画にてこれから白き森を触るよという人へ向けて必要な情報をすべて網羅した白き森の教科書を開きました。白き森を一から覚えるにあたって非常に充実した内容に仕上がっているだけでなく、白き森がより楽しくなる一冊となっています。ぜひ覗いてみてね。今回は白き森の教科書で紹介した問いの出張とは別に、もう一つの出張案とその展開や構築について徹底解説します。目次です。3章立てにてお送りします。タイムテーブルは動画説明欄から。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。第1章1000年の出張。1000年は白き森と同じインフィニットフォビドゥンにて登場したカテゴリーです。診断を買えばメインデッキの主要パーツが集まるので、問い出張よりも白き森を始めやすいです。1000年についてざっと解説すると、ライフポイント2000を払うごとに、レベル5、レベル6、レベル8モンスターを召喚券を使わずに並べることができます。コストはやや重いですが、制約なし、ノイズもほぼなし。いかなる素材にしてもいいため非常に強力です。持っていない方は買っておきましょう。加えて問い同様、展開の中で1枚分の魔法罠コストを、手札に余分なモンスターがいればさらに2枚分、計3枚分の魔法罠コストを用意することもできます。場に出力できるモンスターの元々のレベルが問いよりも高く、シンクロ召喚効率がいいため、白き森と最も相性のいいと言われている問いの展開力と比較しても遜色ないです。それどころか問いと異なり、こちらは1枚初動で、マスカレーナや新規の影帽子、トップハットヘアなど最低限の妨害を立ててくれます。欠点は先ほどお話ししたようにライフポイントや手札コストが重い点。またトイソルジャーがシルビーにアクセスして白き森展開につなげられるのと異なり、1000年カテゴリーからは白き森展開につなげられない点でしょう。1、1000年の眠りから覚めし原人。最も強力な初動のため3枚推奨です。丸1の効果は自身を永続魔法扱いで場に置くことのできる1000年の共通効果。このカード自体をアステーリャやリゼットのコストにしてもいいのですが、丸2の効果で自身を SS して1000年の宝を守りしゴーレムをサーチし展開を伸ばしましょう。2、1000年の宝を守りしゴーレム。丸1の効果は原人同様の1000年の共通効果。丸2の効果で2000ライフポイントをコストに自身を SS してレジの神殿をサーチできます。こちらも1枚初動ではあるのですが、このカードからレベル8の原人を展開するには手札にモンスターコストが必要となるため、採用枚数は結構分かれます。詳しくは次のウェジの神殿にてお話しします。3、ウェジの神殿。丸1の効果で手札のモンスターとデッキの1000年モンスターを永続魔法扱いで場に置くことができます。ゴーレムから入る際、原人にタッチするためにはこの効果を経由する必要があるのです。ただこの効果のおかげで3枚分の魔法罠コストを用意できるため、1000年出張の場合はモンスターを気持ち厚めにするといいかもしれません。
もう1枚千年王朝の盾というモンスターを展開することもできるのですが、紹介した3種と異なり1枚書道にならず、レベル5ということで白き森のシンクロ素材にも使いづらいため、今回は不採用です。第2章展開の紹介。続いて展開の紹介です。大まかな展開ルートについては白き森の教科書で詳しく解説しているため、早くてわからないよという方はぜひご確認ください。今回は4パターン紹介します。はじめに一番展開が伸びるアステーリャプラス原人の展開です。リゼット書道はアステーリャ書道と基本的には同じのため省略します。シルビーやルシアで墓地の魔性ルシエラを戻すことを見越してランブルで先に蘇生しておきます。最終盤面はディスパテル、バロネス、ヨーマディアベル、災いなりの4妨害プラスワンドロープラス2班です。ヨーマディアベルからはフォーミュラやクオンダムを出してもいいのですが、今回はマローシルリアを出しましょう。マローシルリアの着地時効果は名称位置がないため、シルビーやルシアで戻して、災いなりで再度出せばもう一度使うこともできます。次に同じくアステーリャプラス原人の展開です。2ハンデスはなくなりますが、こちらはデッキの好きな魔法罠をサーチできます。ゴーレムと魔性ルシエラでベアトリーチェをエクシーズ召喚。触りたい魔法罠を墓地に肥やします。ヨーマディアベルで先ほど落とした魔法罠を回収。最終盤面は赤き竜、ヨーマディアベル、リフレーミングの3妨害プラスワンドロープラス2位の魔法罠。またベアトリーチェが場に残るため、相手ターンにトランザクションロールバックを落とすことで、災いなりを2回使うこともできます。次にシルビープラス原人の展開です。同じくベアトリーチェを経由することで、アステーリアを場に供給できるのが千年出張の強みです。ルシアの効果はここまで温存しておき、ベアトリーチェでアステーリアを落としてから使うことで彼女の効果で蘇生できます。最終盤面は赤き竜、ヨーマディアベル、リフレーミングの3妨害プラスワンドロー。
最後にルシアプラス原人の展開です。最終盤面は赤き竜プラスバロネスの2妨害プラスワンドロー。第3章構築の紹介。ベースは前回お話しした問い出張と変わりないため、少し変わった点だけお話しします。ルシアの採用枚数を増やしました。問い出張ではケアできたアステーリアへの誘発が重く、柔軟に触りづらくなった点、ルシアプラス1000年から最低限の盤面を作れる点、モンスターコストを確保したい点などが挙げられます。1000年からの妥協展開用にトップハットヘアから作れる妨害、エンジェルスタチューアズルーンを採用。ベアトリーチェは展開で紹介したように各方面で器用に動いてくれます。白き森は手札要求値がやや高く、2枚書道ゆえにデッキスロットを圧迫しがちなことを考えると、現時点では環境上位に食い込むほどのスペックはないと思われますが、それも今後の新規次第。むしろ人気テーマであることを考えると、壊れ新規をもらえる可能性も高そうです。インフィニット・ホビルンは白き森1000年に加えて、マルチャミー・プルリアやドミナス・パージなどの汎用手札誘発、強力な出張テーマであるデモン・スミスも収録されているので、今のうちにこれらカードを集めておくことで示談に備えましょう。ちなみに黒ずきんのは紙箱でした。1箱目から出たアステーリア25宿、ずっと大事にします。